ナたちなんかこうやって呼びかけるのもちょっと久しぶりな感じがしますけど、今日なんか突然彼氏がランニングに行くぜって言って、なんかめっちゃ減量のやる気があるじゃん、急にどうしたと思ったら、なんか一昨日誕生日だったんですね、彼は。それでいただいたチョコレートをなんかこの2日のうちに死ぬほど食べたっぽくて、それでなんか罪悪感に押しつぶされそうになってて死にそうになってるから、その免罪符を得ようとしており、それで走りに行ったわけですね。で、私一人なわけなんですけど、せっかく一人なんでちょっとこうね、みんなたちとおしゃべりしようかなと思って撮ってるんですけど、みんな聞きましたって言っても、この動画が出る頃には聞いたも何もみたいな感じになるんですが、イギリスの政府がですね、永住権に関するルールを変えますというね、アナウンスメントを出したんです。実はこれは初めてというか、急に出されたものではなくて、もうイギリスの右翼の高まりがすごすぎて、現政権もちょっとなんか右翼側に超極右の政党に政権を奪われないようにするために、極じゃないけど右翼側にちょっと寄るために、なんかこの永住権今までなんかポカポカ出してたけどやめるよみたいなことを急にね、3月ぐらいに言い出して、わーって出したんですよ。で、3月ぐらいに言い出した時に、なんかそもそも今の、現行の感じがどうなってるかっていうと、特定のビザ、このビザで5年連続でイギリスに居住していれば永住権に申し込める権利を授けますと。申し込めば大体、その、ビザの条件に合ってればそのまますんなり通るよみたいな感じだったんですね。それをなんかちょっとこう移民が来すぎてるから、ちょっともうちょっと厳しくしようかなみたいな風な動きが、ずっとあったんですよ。あったんですけど、もうここに来て急にドーンと上げるよみたいな話になって、で、3月にそれが、なんか5年から10年になるっぽいよみたいなアナウンスがこうちょろってあって、みたいな。でも誰にこうどう適用されるかみたいな詳細が今までずっと出てきてなかったんですよ。秋ぐらいになんか出るかもみたいなのはずっと言われてたんですけど、この11月の下旬になってからこう政府が出して、で、今こう考えてる方向性はこんな感じみたいな風に言ってるのが、その春にも言ってた5年っていうのを10年にするよと言ってて、この10年っていうのも、なんていうか、人によってこう、ちょっと和らげるよみたいな。10年に、一律10にあげるんだけど、例えばなんかめっちゃ稼いでる人、なんかね、さっき見た時はね、12万5000 12万5000ポンド、それもいくらっていう感じなんですけど、12万5000ポンドぐらい稼いでる人、これ超大金持ちって私は呼びたいんですけど、超大金持ちだったら7年ぐらいだから3年いればそれでいいよみたいな、それで永住権申し込んでもらって全然大丈夫ですよみたいなっていう感じなんです。はいね、もう嫌になっちゃうっていう感じで、じゃあそれに私が当てはまるのかどうかっていうところは実はあんまりまだよく分かってなくて、っていうのも今政府が言ってるやつは2021年に来て、2021年以降に来て、そのなんか該当するビザに、を持ってて今居住してる人たち向けにこの変更を適用するよみたいなことを言ってて、なんかまず1個めっちゃ微妙だなって思ってるのが、来てって何みたいな投影してきてみたいなっていう風に言ってるんだけど、なんか私みたいな人すごくいっぱいいると思うんですが、例えばなんか私の場合はそのワーホリビザ、正確に言うと YMS ビザで来て、でスキルドワーカーに切り替えたよみたいな感じの人とか、あともう一つよくあると思うのは、スチューデントビザで来てグラデュエイトビザになってスキルドワーカービザになってとかいう人もいるし、あともともとじゃあ YMS ビザでスキルドワーカーでもアンマリードパートナービザだとか、なんかスパウスビザになったとか、なんかとにかくいろんなこうビザを経て、なんかこう今いるみたいな人とかもめちゃくちゃ、私の周りでさえめっちゃいっぱいいるから、2021年に来たわけじゃないけど、今のビザは例えば2023年からなんですけど、みたいな人とかはどうしたらいいのっていう感じなんですよね。めっちゃ微妙と思ってて。なんか私は、そのニュースが出た時に友達とかと、これどう思いますって聞いたら、イギリスがそんなに優しいわけないじゃんみたいなことを言われて、今持ってるビザをいつもらったかが大事なんだよきっとみたいな。2021年以降だったら、もう今持ってるビザが2021年以降に発行されてるんだったらもうおしまいだみたいな言われた。なーってなーって仕事をちゃんと就職して合法的に働いて安くはない税金を払っているんですけれども、私はみたいな。しかも私来年なんですよ。来年がそれ永住権申し込める時だったのにもかかわらず
もう夜になっちゃうと思ってます。で、私がそもそもなんでやねんって思ってるところ言ってもいいですか？なんかこの2021年ってどうして2021年なのって思ったと思うんですけど、イギリスのブレグジットがかなり関係してるんですよ。これは調べてもらったら分かると思うんですけど、端的に言うとブレグジットになって EU から離れちゃって、でそうしたらなんかヨーロッパの人たちがめちゃめちゃ国に帰るみたいなことになるってなって、で労働力が落ちちゃうみたいな、全然労働者いなくなっちゃうかも、やばいかもみたいになって、いきなりなんかこの今まで出してたそのワーカービザみたいな、ワークビザみたいなのの制限とかをめっちゃ下げたんですよ。その時になんか年収もなんかすごい基準を下げたんです。でそしたらなんかもちろんいっぱいいろんな移民が来るわけじゃないですか。でそしたらなんかそこから慌て出して、いきなりイギリスの政府がみたいな、こんなに移民来ちゃったみたいな、考えたらわかるじゃんそれみたいなというわけでね、ここ最近は移民政策のアップデートにめちゃめちゃこうてんやわんやさせられてるというわけですよ。パートナービザやだな。対等な関係でありたい、この人に依存しないで生きていける人だと証明したいわけじゃないけど、自分が思いたいっていうかっていうのがあったからスキルドワーカーにしてるのに、この仕打ちですよ。もう最近もうなんかそういうビザで来てる友達たちともうずっともうないですよねみたいな、下げぽよですって感じで見てみよう、みんなで頑張ろうぜ。ビザでいる人々、イギリスだけじゃなくて世界にいる人々、外国で暮らす人々、俺たちみんな味方だよ。頑張ろう、頑張っていこうじゃあ私は今日優雅な日曜日を過ごすためにミルクウーロンを入れましたので、こちらを飲みながら読書したいと思いますって思ったけどさ、なんか1個聞いてもらっていい？なんか私伊坂幸太郎の本好きなんだけど、特になんかグラスホッパーシリーズが好きでさ、これ何ヶ月か前に本屋で見つけたのね、ザ・マンティスってやつ。この本知らないと思って買ったので、何ヶ月も前に買ったんだけど、昨日読み始めたのね。で開けたらさ、アックスって書いてあって、ねえ私アックス読んだんだけどっておいってなって、いやわかんない、待って、アックスじゃないかも、アックスから始まってるだけでアックスではないのではと思ったんだけど、書いてあったんだよね。 First published in Japan with the title Axe in 2017。 なんでアックスで発売してないんですか本当にムカつくよマジで。どういうこともいい、忘れてるところもあるんで、このままちょっとアックス AKA The Mantis を、英語版で読んでいきたいと思います。じゃあ行ってみよう。何もわびってるさびってるわびってるさびってるわびったりさびってる前にさ、なんかまだ YouTube 撮ってないけど、ラジオをねやってた時、生配信ラジオをやってた時に、なんか散歩してる時に撮ってたんだけど、なんかアジア人、極東アジア人とすれ違う時に走る謎の緊張感があるみたいな話をしたの。この人日本人かもしれないみたいな、いやもう通じちゃう可能性があるって思いながらこう通りすがるから無言になるよねみたいな話をしたの。そしたらなんかちょっと聞いてくれてる人がいて、あんまいないんだけど普段、しかもコメントまでしてくれて分かりますみたいな。その人もそう多分なんか変な時間にやってたから、なんかその人も多分ヨーロッパかアメリカかなんかこの辺に住んでて、なんかそういやもうめっちゃあるあるですよねみたいな、ちょっとって感じになりますよね様子見みたいな。わかる。お互いが様子見をするから全くナショナリティわからないまますれ違う。わかる。